と言いますけども、北海道にもアイヌがいて、他にもいて、文化とか、それから言葉とか、そういうことで4つに分かれるということをちょっと前提に考えてみてください。一つは今私が話すカラフトアイヌですね。今はサハリンって言いますか、そこにもともと住んでたアイヌです。それから北海道にいたアイヌ。これは北海道と択捉国後島ですかね。あの辺までのアイヌを北海道アイヌと。それから千島列島にいたアイヌ、千島アイヌ。それから今の本州の青森県ですね。青森にいたアイヌを東北アイヌとか本州アイヌって言うんですけども、まあ、この本州アイヌっていうのは、まあ、1850年代にも、まあ、消えてしまったような形になっています。ということから前提で話していきたいと思います。自分のルーツということについてはちょっと興味を持ってまして、これルーツについて調べてみようかなという思ったんですけども、家にある資料というのは、先祖の古い写真と、それから父が撮った50年、60年ぐらい前の戸籍謄本ですね。これしかなかったんですよ。それで父にちょっと話を聞きましたら、あの私、本田家なんですけど、本田家の本家の方には、先祖のことを書いた巻物があると、家系図があると。それと、父は自分の母親、私のおばあさんですね。祖母からは千徳清兵衛という偉い先祖がいると、そういう話しか聞いてないということだったんですよ。それでどうしようかなと思ってた時に、ちょうど親戚が、そういう先祖のことを調べてる親戚がちょうど来まして、その人から情報を聞きましたところ、まず第一の情報が、我々の先祖である千徳清兵衛ですね。これが、子供を残して長女ですね。長女というのは私の、曽祖母、まあ、一般に言うひいばあさんですね。を、あの、秋田に残して、あの、樺太の方に行ってしまったと。それで樺太アイヌの間に子供を作ったと。それで、その後ですね、一家で、千島、千島樺太交換条件というのは向こうにいろんなことがあって、樺太から北海道の今の江別市ですね、津石狩というところに強制移住になって、私の先祖の千徳清兵衛がそこの今でいう村長になったと。で、その樺太アイヌとの間の子供が千徳太郎次という子供で、樺太アイヌ総話という本を書いて出版したという、非常に驚いた情報が私の方に入ったので、やっぱり非常に興味持ちまして、調べてみようとしたところに、千徳太郎次の戸籍謄本といいますか、それがちょっといろいろやってみたら偶然手に入ったんですよ。それと、本田家の本家の方に行って、家系図をですね、借りてきたんですよ。で、そうすると、やっぱり見てるといろいろと面白いと、興味が非常に湧いてきて、それで始めたということで、まあ、その中でもやっぱりカラフトアイヌということについて私全く知らなかったんですよ。私、北海道の生まれでアイヌの人、中学校時代はアイヌの同級生もいましたけども、カラフトアイヌという、そういう、まあ、別な、なんていうか文化圏のアイヌがいるということを全く知らなくて、それで非常に興味を持ちまして、それで、まあ、千徳太郎次のことを中心に、カラフトアイヌのことをいろいろ調べてみようと、まあ、そういうことになって、いろいろ資料を集めた中で、我々の先祖がですね、先祖とか、千徳太郎次とか新入組がどう歴史に関わっているかということを、まあ、知りたいなということが第一の目的だったんですよね。でも、
知っただけではちょっとね、それで終わりというのもちょっと困ったなという感じで、この本とか資料とかきちっと残せれば一番いいのかなと思ったところ、たまたま私の姉がノンフィクションライターやってまして、それで2年ぐらい前にアイヌの地理行方のことを本にしたんですけども、姉にカラフトアイヌのことをいろいろ資料を送りましたら非常に興味持ってくれまして、まあいつになるかわからないんですけども、何年か後には本にしてくれんじゃないかなと思いつつ、姉には一生懸命資料を送ってる最中です。これからも、もし、こういう聞いてくださる皆さんでね、興味持って、こういうことを知りたいというんであれば、私の持ってる資料はいくらでも差し上げることできますので、私がカラフトアイヌに興味を持ったというのは以上なことです。私の親戚というのは、千徳太郎次のことということで話をしたいと思うんですけども、とりあえず千徳太郎次は1872年樺太で生まれまして、3歳の時に強制移住になって北海道に来て、で日本語教育も受けて、それでまた樺太に戻って、樺太アイヌ総和という本も出すぐらいの知識人と言われた人なんですけども、その人との関係ということで、まず金田一京介ですね。金田一京介というのは、生涯で4回、樺太の方に調査旅行行ってるんですよ。1907年、1915年、1929年、1935年。まあ、この中で一番最後はもう、千徳太郎次が死んでたんで、これはちょっと省きますけども、まず1907年は、金田一は樺太の、落穂という集落で45日間そこでずっといたらしいんですけども、あの、千徳太郎次と接触したという記録はないんですよね。ただ、そこにいた山戸弁安之助から情報は得てたんじゃないかとは思うんですよ。ちょっと詳しいことはそれ以上わからなかったんですけども、それから1915年、これは北海道と樺太町のから予算が出て、金田一がぐるぐる、だいぶ樺太の中を回ったらしいんですけども、その時に太郎次が住んでた内淵というところにも来てて、あの内淵のスケッチとか、それと千徳太郎次の署名ですね、サインですね、それをもらってるみたいなんですよね。で、その時にやっぱりいろいろと接触はあったようで、まあ、どちらかというと、いろんなハウキとか話を知ってる人を紹介してたのかなというような感じですね。それから1929年の調査の時にはもう太郎次が死んだ直後なんですよ。千徳太郎次が死んで直後で、その時に金田一京介が民族学者の柳田国男に出した手紙の中で、千徳太郎次がもう死んでしまったということと、非常な知識人であったということと、それと山戸部安之助とはあまり意見が合わなかったと、あんまり仲が良くなかったのかなと思うんですけどもね。それと教育者で知識人だったと。それでカラフトアイヌ総和という本を出版したと。それと、その続いて、カラフトアイヌ語辞典を出すらしいと。
ということを手紙に書いたんですけども、カラフトアイヌ語辞典はどうも行方不明になって、原稿が行方不明になって出版はされてなかったみたいなんですよ。です。まあ、いろいろこう、資料なんか見ますと、金田一京介は、太郎寺は、情報提供者として利用してて、どうもそんなに親しい仲ではなかったような感じですね。金田一と京介としては、使い勝手が良かったんじゃないでしょうか。その次、山野辺康之助なんですけども、私、山野辺と言いましたけども、山辺って書いてる資料も多いんですけども、山野辺康之助が住んでいた越智穂の人たちは、みんな山野辺と、こういうふうに呼んでたので、山野辺康之助にしておきます。山野辺康之助も、天徳太郎氏と同じように、北海道に移住して、同じ近くに住んでいたんですけども、この人たちが親しかったかどうかっていうのをちょっといろいろ考えてみたんですが、山田康之助はですね、いろんな本とか資料にはですね、1867年生まれということが多く書かれてるんですけども、どうも私、いろんな資料を調べた中では、私はその3年前の1864年に生まれたんじゃないかなと。そうしますと、千徳太郎氏が1872年生まれなんで、年として8歳も違うんですよね。そうすると、小さい少年時代8歳も違うと、親しい友達になるのかなと、どうも違うような気もしないではないんですけども、学校では同じ学校に通ってたことは確かなんで、山野辺康之助は千徳太郎次のことを一目置いてるようで、非常に文才があるというようなことを書き残してますんで、まあ、そんなに仲も悪くはないけども、良くもなかったのかなと。山野辺康之助がカラフトでですね、自分で一生懸命こう駆けずり回って、カラフトアイヌの児童のための学校を作ったんですけども、1909年に作って、太郎寺にあの学校の先生になってほしいと、そういうことも言ったんですけども、太郎寺これあっさり断ってるんですよ。それで、あとその3年後の1912年に内部地に教育所ができたら、そこの先生になってるということで、まあ、お互いの存在は認めつつも、つかず離れずと、なんとか仲良かったのか悪かったのかわからない関係だったんじゃないかなとは思ってます。それと、3人目の花森新吉ですね。花森新吉というのは、生まれがよく生まれた年がね、はっきりしないんですけども、私調べた中では1874年か1879年、どちらかかなとは思うんですけども、花森新吉は、太郎寺や山戸部康之助みたいに北海道に移住しなくて、ロシア領時代の樺太で成人したという人で、したがって日本語は話すことはできましたけども、日本語の読み書き全くできないという人だったらしいんですけども、やっぱりこう、昔でいうこう長っていうか、一番集落のトップの方の末裔ということで、
それと当時としてはエリートだったのかな、樺太町にも、指揮下市、市長というところにも勤務してて、役所に勤務してたもんですから、結構有名人であったことは確かなんですよ。その後のピースキーの関係もちょっとあるんですけど、ピースキー宛ての手紙の中で、花森新吉のことをね、書いてて、花森新吉の奥さんが死んで、その後また再婚するという話は書いてるんですけども、そんなに親しくいい仲じゃなかったみたいなんですよ。で、その後ですね、花森新吉は南極から帰ってきた後、ちょっといろいろあってお酒に溺れてしまって、1917年、殺人を犯して懲役10年ということで、どうもね、札幌の刑務所に入ったようなんですよ。それで出所後もずっと札幌に暮らしてたみたいで、だからその辺でもう、太郎治との交流というのはほとんど途切れたみたいな形ですね。花森新吉長生きしまして、1950年ぐらいまで生きてたんですよ。で、1950年、その頃にですね、札幌大学の犬飼哲夫という教授がいて、南極系の、太郎次郎を育てた教授なんですけども、この方が、カラフト犬ですね、ごめんなさい。カラフト犬の、ね、ことをね、もっと知りたいということで、花森新吉を見つけ出して、どうも面倒を見てたらしくて、最後葬式まで出したという話です。だから花森新吉とはね、そんなにこう交流はなかったような感じですね。次に交流が一番あったと思われるのがピスキーの方なんですけども、この人との出会いというのはね、どうも1902年の秋の終わりか、冬の初め頃じゃないかと思うんですけども、そこでピッツキーが内部地で識字学校を開いて、で、太郎治もそこに参加して、太郎治は先生をやりながら、ピッツキーからロシア語を特訓されたと。ロシア語を習ってなんとかものになったんでしょうね、多分。それで1903年にですね、ポーランドの民族学者のシェルシェフスキーですか。この人が北海道のアイヌ調査団ということで、協力するということで、ビスキーと、それと通訳として千徳太郎次が言ってるんですけども、一応千徳太郎次は日本語ができる、アイヌ語ができる、ロシア語ができるという形で言ったみたいなんですけども、これ結構ね、あの、面白いって言えば旅行記やシェルショフスキーがですね、旅行記を書いてるんですよ。毛深い人たちでの間でと。これは北海道大学の名誉教授の井上浩一先生が訳してるんですけども、これはインターネットで検索すれば出てきますので、興味ある人は読んでいただけると面白いと思います。なぜか太郎次は嫌われてます、シェルスキーに。その後ですね、やっぱりピスキーが戦争が終わる直前にですね、カラフトから脱出して、で、日本にしばらく行って、それでヨーロッパに戻るということになってしまったので、その間に何通か手紙のやり取りはあったんですけども、やはり疎遠になっていって、で、全く交流が途絶えたような形になったみたいですね。いろいろ資料なんか見てみると、ビスキーと太郎次の関係はどうだったのかなと思うと、初めて会った時、ビスキーがもう36歳で、太郎次が30歳ぐらいなんですよ。だから、二人の関係というのは、師弟関係だけども、上下関係が厳しいと、そういう関係ではなくて、もっと緩やかな関係であったんだろうなと思って、手紙の中身見ると、太郎次がビスキーが妻と子供を置いて、樺太を出て行ってしまったことについて、
だいぶ不満げなような手紙を出してますんで、どちらかというと対等なような形だったと思うんですよ。交流が途絶えて、まあ、20年ぐらい、20年後ぐらいにカラフター・エヌ・ソーバという本を書いてるんですけども、その中には美術記のことほんの少ししか書いてないんですよ。まあ、太郎次ももう長い年月の間に、なんていうんですか、思い出になってしまったのかなと、美術記のことを。で、心の中から少しずつ消えていったのかなというような感じもしないではないですね。もうちょっとこういろんな資料を残してくれるとありがたいなと逆に思うんですけど、ほとんど残してないもんですから、私もよく、調べてみたいなと思うんですけど、なかなかいいものが見つかりません。それで最後、ピスキの手紙ですね。今のところ3通見つかってるんですけども、その他にもあったんじゃなかろうかという話もあるんですけども、まだわかりません。太郎寺からピスキ宛ての手紙ということで、これは1998年、千葉大の荻原信仰、教授がサハリンにあるということを聞きつけて、コピーをもらいまして、それで今、北大に、当時千葉大にいた丹菊先生ですね、今、北大にいますけれども、彼が一生懸命訳してくれまして、3通のうち1通ですね、2番目の手紙は、太郎寺とトテコセの連名になってるんですよ。トテコセというのは、バフン家の弟です。ということは、ピスキの奥さんのチュフサンマのおじさんです。と一応連名にしてるんですけども、全部太郎字書いてますね。すごい達筆な字で、キルル文字の字で、しかもキルル文字でアイヌ語で書いてるということで、いや、どうもロシア語で書くと、いろんなことが他の人に読まれると分かってしまうんじゃないかということで、アイヌ語で書いたんじゃないかという話は聞いたことありますけども、真相はちょっと分かりません。まあ、内容は今の村の状況とか、日本がの統治の仕方が悪いとか、相当文句ばっかり書いてますけども、それとか、他の人が状況とか、あと自分の子供ですね。これ見ると、太郎次は奥さんは2人か3人いたみたいなんですけども、当時のカラフター N、北海道 N では、ある研究者に聞いたら当たり前のことで、そんなに驚くことではないと言われましたけども、まあ、この手紙も、実は手紙の中に、手紙を読むと、ピースツキーからの手紙を受け取ったっていうのが書いてあるんですよ。この手紙は今発見されてないんですけども、多分太郎次の弟か、太郎次の子供が日本に持ってきた可能性はあるのかなと、まあ、ゼロではないなと思うんですけども、今のところ太郎次の弟はどういうふうになったか全然わからなくて、太郎次の孫ですね、子供5人いたのは分かってるんですよ。で、5人とも北海道にこう移住して、それぞれに子供がいるというのを分かってて、まだ私接触はしてないんですけども、そのうち1人はもう40、30年ぐらい前にもう死んでしまったということも分かってますし、あの当時の戦争のごたごたで持ち出したかどうかが非常にこう分からないんですけども、そういうのが少しでも残ってれば、ちょっとこう嬉しいなと思うんですけども、これはなかなか難しいかなと、多分少しずつでも分かってくるといいんですけども、私があと何年生きてるのか分かりませんけども、そういう少しでも何か解明、分かることがあったら嬉しいなとは思ってます。